年が行く。これはもう全然やんなくてよかった全です。然やんなくてあ、本当ですか。でも絶対みんなやっちゃいますよね。圧にやられちゃいました今僕も。どうもトシです。今日はですね、海外向けのTikTok ですごいんですよ。ロイボーイさんに来てもらってます。こんにちは、ロイボーイです。ロイボーイさんは海外向けに TikTok を作ってるんですよね、日本で。そうですね。なんかコンセプトとしてはもう日本の面白いメイドカフェとか回転寿司とか日本にしかないものっていうのを海外に確かに出すっていう。カラオケも日本の言葉ですよね。ああ、そうですね、そうですね。なんでそういうのを海外に出すと、やっぱ海外の中で日本ってトレンドなんですよ今。日本すげえみたいな。あ、そうなんだ。近未来やみたいな。そこにつけ込む動画を出してます。で、ロイボーイさんが今日は呪物部屋で呪物を取材に来てくれてて、こっちも TikTok もやってますんで。ごめんなさい、今つばったがっちり映った。TikTok はがっつりです。呪物を紹介で TikTok やってますんで、なかなか増えてないでね。もっと増えてもいいんじゃないかな。だからこれはロイボーイさんにご教授に願おうといろいろ教えてもらおうと。お願いできますか。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあどの呪物ちょっと TikTok 紹介します？ちなみに海外向けですか日本向けですか？でも英語バージョンなんかやってないですもんね。2個やってみます？じゃあ海外向け。はい、英語喋ってくださいちょっと。はいための割にはMy name is としゆき田中。My job cars プレイヤー。呪いの遊び人。かっこいい。意外とかっこよかった。間違ってはない。間違ってない。はい。いい。これを紹介します。これはインドネシアの首狩り族の人が使う人骨ナイフです。でこれは、人骨かヒクイドリの大腿骨、大きい鳥がいるんですよ。ヒクイドリの大腿骨をナイフにして作るもので、この顔が特徴なんですけど、これは部族間の争いの中で自分の身内がやられたと。じゃあそのやられた顔を模すんですよ。で顔を模してもう一回そいつに復讐を遂げるために自分の味方を殺したやつのとどめを刺すナイフって言われてるんですよ。結構えぐめな呪物ですね。これを TikTok でちょっと撮るにはどう撮れば良いのかをちょっと実際携帯を持ってやってみます。で普段はこう横で撮ってると思うんですけど、YouTube とかもうこう縦、でその時にバックは呪物の話なんで、呪物っていうのが前提。今普段載せられてる動画って上と下に埋め尽くすように字幕が入ってる。これもそんなに入れなくて大丈夫です。結局ユーザーっていうのは見てほんと3秒とかでこの動画見るべきか見ないべきかっていうのを決めるので、3秒、確かにそれ秒で決めるんで、文字が多すぎると文字読むのだるいわって言って行かれるんですよ。もうなんで一番極力文字をつけない。そうです。キャッチーなタイトル。これだったら復讐用のナイフみたいな。それだけでいいんですね。なんとか族がとかいらないですね。そうですね。もういらなくて呪物紹介復讐用のナイフみたいな感じで編集していくと吉かなと思います。なるほど。っていうのが編集と撮り方。情報量が多かったんですね。じゃあちょっとそうですね。情報量がちょっと多いかなっていうところが。わかりました。で次内容いきますね。内容はでも正直田中さんめちゃめちゃ喋りうまいんで。ほんまですか？はい、いいのかなと思います。良いとあるといいのは、呪物紹介なのに、田中さんが今メインで入っちゃってるじゃないですか。なのでもうちょっと呪物をカメラに近づけるとか、呪物メインにして、でさっきも言ったみたいにユーザーってほんと数秒で見るか見ないか決めるんで、入ってすぐこれは〇〇ですとかじゃなくて、何の動画ですっていうのを先に伝える。今日はこの呪物を紹介しますとか、これマジでえぐい呪物ですとかで、ユーザーを何どんな呪物みたいなのを思わせてから細かい説明に入る。最初から細かい説明入っちゃうとやっぱり多すぎていいやってなっちゃうんで。なるほど。でも喋りはもううまいんで。じゃあ一回やってみますか。呪物より前に出てたんですね、僕。そうですね。
気持ち的にはね。都市が言っちゃってましたね。都市が出てましたね。都市が出ちゃう。じゃあちょっとやってみましょうか。今の気をつけて。3、2。今日の呪物はえぐいです。ちょっと待ってください。そのまま行くんですね。言われたまま。ロイボーイさんが言ったままいかない。もう自分の脳みそ一切使わないパターンで。オウム返しできる。一切使わないです。はい。崩すんはもっと後です。ちゃんと歌えてからね。ちゃんといきますね。3、2。今日の呪物はえぐいです。こちら、復讐のナイフ。こちらですね、インドネシア首狩り族に伝わる人間の大腿骨またはヒクイドリの大腿骨でできたナイフなんです。で、特徴がこの顔です。これは部族間の争いによって味方がやられた、味方が亡くなったその顔を模して、作る。そしてその殺した相手を最終的にこちらでとどめを刺す。そして復讐を遂げるという恐ろしい復讐のナイフです。はい。っていう感じで、だいぶ初っ端で何言うかっていうのができてたのにのと、あとは何でしょうね。素材とかよりも、呪物見る人って何で見るかって考えた時、多分何でできてるかとかよりは、なんでそれがえぐいものなのかとか、じゃあこれ持ってたら自分に何が起きるかとか、もっと呪っぽいところを多分見たいと思うんですよ。はい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 。なんで素材とかどんな影響がとかどういうえぐい背景があるかとか、もうちょっとえぐめの方に行くと多分見てくれたりするかなっていう。なるほどね。でもそれ以外のベシャリはもう完璧です。もう一回やってますじゃん。もう一回。OK です。すいません。自分的呪物ランキングの中で怖さ度合いどんぐらいかとか、ユーザーなんか見てる人に指標比べる指標とかがあるとみたいな感じですかね。じゃあちょっとやってみましょうか。いきますね。3、2。今回の呪物はえぐいです。これは復讐のナイフといってインドネシアの首狩り族に伝わる呪物なんです。味方が部族間で殺された。その殺された仲間の顔を模して作って、これを最終的に殺した相手のとどめを刺すという。これでグサッと刺して仲間の思いを遂げるという復讐のナイフです。しかも人骨です。はい、人骨いいっすね。どうですか？ちょっと噛みましたけど。いや、噛まなければ完璧したい。噛んだところでじゃあ切ったら大丈夫です。でもなんかだいぶ分かりましたね。そうですね。なんかしかも固定じゃなくてカメラも動いてたからこう、立体感があるというか。ああ、そうですね。なるべく呪物によるようにはしたりとかって感じですね。なるほど。素材なんか別にやっぱ銃の方がいいですもんね。まあなんか大事なのは呪物を見たくて見てる人たちは何を見たいかみたいな考えられるといいかなっていう。すげえ。ロイ先生すごいです。ロイ先生すごい。まあロイティーチャーっていう感じのところですかね。なんか全部に当てはまるとか使えますね。そうですね。結構一般的なお話。じゃあ今度からガンガン量産していきましょう。これで。いや、しかもこれね、TikTok だけじゃないっすよ。これ話術の話ですよ。多分スッと入っていきましょう。あ、よかったです。ありがとうございます。ロイさんのこれ作りましょう。もう復習される僕ので。僕死んだ。いや、死んでないですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあロイさんの TikTok もね、今度紹介するので、また一緒に見ましょう。ぜひお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、星がゆくチャンネル登録お願いします。